皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語学習者の皆さんに向けて、日本人の私がわかりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？私はですね、もう夏で暑くて結構ね外に出ているので日焼けをしました。日焼けをしたので、持っているファンデーションの色が合わなくなってきました。だからちょっとね、顔の色と首の色が違うみたいなことが今起きているかもしれないです。ちょっとね、どうしようかなって今考えているところです。皆さんはこの夏外に出ていますか？外にね、出なければ今の時代ってエアコンとかがね、あるので、そんなに暑いって思う瞬間、夏だなって思う瞬間、あんまりないのかもしれないんですけど、私はね、夏が好きなので、夏はね、結構外に出たくなります。はい。そうなんですよね。だからかわからないんですけど、夏って結構ね、ポジティブになりやすいんですよね。ポジティブに過ごしやすい、そんな気がしています。で、今回のお話なんですが、ネガティブ対策ということで、ネガティブにならないように私が日頃から意識してやっていることをご紹介したいと思います。私はね、実は基本的には結構ネガティブに物事を考えちゃうタイプの人なんですね。できればね、今はポジティブですっていうふうに言いたいところなんですけど、ネガティブな思考の癖っていうのはなかなかね、直せないなっていうふうに感じています。皆さんはどうですか？自分のことをポジティブな人だと思いますか？それともネガティブな人だと思いますか？多分、私がネガティブになってしまう時って結構ね、真面目に物事を考えすぎている時かなというふうに思うんですね。いろんなことが心配になったりとか、不安になったりとか、これでいいのかな、ああした方がいいのかなっていうふうに、ちょっとね、迷いが出てしまったりとか、なんかネガティブになる時って、もうそれ自体がすごくね、苦しいなって思うんですよ。ネガティブでいること自体がすごく体力を使うというか、で、ネガティブでいる時ってどうしても、なんていうのかな、動きがスローになりやすいというか、悩みとか考え事とかいろんなことをね、考えすぎてたりするので、目の前のことにも集中できないし、生産性がね、低くなってしまったりとかして、私はね、ネガティブでいるよりも、ポジティブでいる時の自分の方が好きなので、できるだけね、ポジティブでいようと思って対策を考えたんですよ。なのでね、今回はそういうお話を皆さんとしていこうかなというふうに思います。自分がネガティブだなって感じている人はもちろん、ポジティブな人もね、ネガティブの人ってこういう風に感じるんだなっていう、もしかしたら気づきになるかもしれないなと思うので、ぜひ最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい。ということで、まず私がね、やっていること、一つ目は、絶対に自分がポジティブな気持ちを取り戻せる方法を知っておくことです。つまり、自分がね、ネガティブになっているなって気づいたときに、どうすればポジティブになれるかっていう、その方法を知っておくんですね。そうすると、今ネガティブなのは一時的なものであって、自分のポジティブさはまた取り戻せるから大丈夫だっていうふうに考えられるようになると思うんですね。私の場合なんですけど、具体的には一人の時間を作ることです。これは本当に人によると思うんですけど、私はね、結構人と一緒にいると疲れちゃうタイプなんですよ。どれだけ仲がいい人でもそうなんですけど、人とずっと一緒にいると疲れちゃうんですよ。多分そういう時って心の余裕がね、なくなっちゃってるんですよね。ネガティブになる時って大体心の余裕がない時なんですよ。で、やっぱり何日も何日も人と
一緒にいるっていう時間を繰り返すと、どんどんね、やっぱりぼーっとできる時間が減るというか、人の目を気にせずに自分でいられる時間っていうのがやっぱり減ってしまうので、そうすると疲れちゃうんですよね。で、心とね、体が疲れると、やっぱりネガティブな気持ちになっちゃいやすいので、そういう時は、今私は余裕がなくなっちゃってるんだな。そういうふうにね、気づくようにして、意図的に一人の時間を大切にするようにしています。今は私は家で一人で働いているので、それがね、すごくしやすいんですけど、以前、会社で働いていた時とかは、やっぱり、毎日毎日同じメンバーに会って同じ場所で働くので、心が疲れやすくってですね、お昼ぐらいは一人になりたいなとかっていうふうに思ったことも結構ありました。でもやっぱり、メンバーと一緒にお昼に行かなきゃいけない時も多かったので、やっぱりね、そういう時ってネガティブなね、気持ちを抱えやすいんですよね。当時はやっぱりどうしようもないことだって思ってたけど、今のね、私は、たとえそういう状況でも、どうすれば自分の時間をもっとうまく作れるかっていうのを考えられるかなというふうに思います。それに当時は、そのネガティブな気持ちが人と一緒にいる時間が多すぎること、長すぎることが原因っていうことに気づいていなかったので、ただただ気持ちが疲れてネガティブな気持ちになってしまう、っていうこともね、ありました。ただね、人によってはそのネガティブになってしまう理由っていうのはね、違うと思うので、それに対してどうすれば自分が絶対にポジティブな状況になれるのかっていうのをちょっと考えてみるっていうのはいい方法なんじゃないかなというふうに思います。で、二つ目が気分を切り替えること。人によってはね、ネガティブな気持ちになってもスパッと気分を変えて一気にポジティブに持っていけるとか、その感情のコントロールが上手、考え方のコントロールも上手っていう人はいると思うんですけど、私の場合はネガティブな感情になるともうずっとネガティブなね考えが頭を巡っちゃうタイプなんですね。なんかそれを考えたくないのにずっと考えちゃう。だからそれが機嫌にねなっちゃう時もあるんですよ。ネガティブな気持ちが機嫌になって現れてしまう。それをね、人には見せたくないんですよ。私はね。そう。だから、できるだけ自分の中でそのネガティブな気持ちを完結させて、パッてポジティブに持っていきたいんですね。そのために私がいいなって思ったことは、もうね、思考を強制的に止めてしまうというか、そのネガティブな気持ちになっている時って、他のことを考えようとしても、ネガティブなことばかり浮かんじゃいやすいので、もうその時の気分を切り替えるんですよね。そのために私がすごく効果的だなって思っているのが、お気に入りのアニメとかドラマとかシリーズっていうものを見る。そのね、好きな作品だったら一生懸命に見るじゃないですか。そうすると、やっぱりさっきまで考えていたことをパッて忘れられるんですよね。ネガティブなその根本的なものを解決するには多分至らないんですけど、ネガティブなね、思考になってしまう必要のない時ってありますよね。ただ、過去のことを思い出して、今考えても仕方ないけど、ネガティブになってしまうこと。そういう時は、もう気分をスパッと変える。そうすると、もともとそんなに考えなくてもいいことだからこそ忘れられるんですよね。で、気分が良くなる。っていうことに私は自分自身気づきました。で、私が絶対に気分を上げたい時に見るアニメはポケモンです。皆さん、ポケモンは見たことありますか？ 1 話、20分から30分くらいかななんですけど、もうね、何十年も続いているシリーズなので、もういくら見ても終わらないんですよ。
だからもうポケモンをずっと見ています。なんか今日の自分はすごいネガティブなこと考えちゃうなとか、なんか疲れちゃったなっていう時は、もうひたすらポケモンをずっと流し見をしています。いや、皆さんポケモンは見たことありますか？多分ね、子供用のアニメでしょって思う人が多いと思うんですけど、実はね、結構道徳的というか、なんかね、明るい世界を学ばせてくれるアニメなんですよね。っていうのも、ポケモンのお話ってね、本当にもうどこまでもポジティブなんですよ。でね、登場人物がみんなすごく前向きで、純粋で、いつもなんかね、頑張ってるんですよ。で、ポケモンとの友情とか、仲間愛とか、そういうものも描かれていて、やっぱりそういう作品を見ると、心にね、なんか、ほっこりとしたものがね、生み出されるんですよね。そういう温かい気持ちにしてくれるのがポケモンだなというふうに思っています。でね、そのポケモンのオープニングとかエンディングっていうのももう絶対にいい曲を使ってるんですよ。確かに基本的には子供向けの作品なので、やっぱり歌も結構はっきりとしたものとか歌いやすいものっていうのが採用される傾向があると思ってて、だからこそ日本語学習者の皆さんも日本語のね曲を歌えるようになりたいなって思ってるんだったら、ポケモンの曲をね聴いてみるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。もう本当にオープニングもエンディングもね素敵なものが多いです。おすすめです。はい。だから私はネガティブになってるな、どうしても気持ちが切り替えられないなっていう時は、もうポケモンをバーって見て、ポケモン面白かった、いい作品だなって、ポジティブなね、気持ちを思い出しています。はい。ポケモンに限らずね、ぜひ皆さんも、気分を切り替える方法っていうのを考えてみてください。はい。で、次、3つ目は、太陽の光に当たりに行くです。はい。どうやら、人っていうのは太陽光に当たっているとネガティブになれないらしいんですね。ちゃんと理由があって、太陽の光を浴びることでセロトニンっていう幸福ホルモンってね呼ばれるものが出てくるらしいんですよ。だからね、太陽光が当たって、あったかいな、暑いなって思っている時って思考がね本当にネガティブになりにくいと思うんですよね。私の場合は確かに太陽光に当たっている時にいろいろ考え事をしても、まあいっかって思えることがね、本当に多いです。まあいっかってすごいもう最強の言葉ですよね。まあいっかみたいな。もうね、そんな大げさに考えなくてもいいよっていう、そういう時にね、まあいっかって思う。複雑に物事を考えすぎない。すごく大切なことですよね。時にはね、すごく大切なことかなと思います。だからね、反対にずっと部屋の中にいると、やっぱりね、ネガティブな思考回路になりやすいんですよね。私は家の中でね、パソコンで仕事をしているので、気づくと丸一日外に出なかったっていう日も結構あるんですよ。でもやっぱりそういう日がね、続いてしまうと思考がね、ネガティブになりやすいので、いけないいけないって自分で気づいて外にね、出るようにしています。だからね、やっぱり今も夏で、私は夏が大好きだから、青空の下、私は元気にね、活動したいんですよ。だから、今は結構ポジティブな気持ちが強いのかなっていうふうに思います。逆にね、冬になるともう寒いの本当に苦手なので、家から出なくなるんですよ。そうするとね、やっぱり気持ちがネガティブになりやすいから、寒くってもういっぱい上着を着てね、外に出なきゃいけないよなって思ってはいます。でももう今の夏が好きですね。はい。もう、やっぱり夏が好きだな。はい。ということで、今回はネガティブ対策ということで、3つのね、私がやっていることをご紹介しました。でもね、ネガティブになることって悪いことっていうわけじゃないと思うんですよ。
ネガティブだからこそ気づけることってあると思うし、そういう気持ちを知っているからこそ、人の気持ちを理解できることもあると思うし、人に優しくできることもあると思うんですね。だってネガティブな気持ちになるからこそ、こういうことを人に言われた人は悲しんでしまうよなとか、こういうことをしたら嫌な気持ちになってしまうだろうなとか、そういうことをね、人に対しても考えて優しくね、接することもできるのかなというふうに思います。だから、このネガティブな気持ちは全てを否定するんじゃなくて、自分の一部なんだなって思って受け入れるようにするのがいいのかなって私は思います。自分がね、どういう時に悲しい気持ちになってしまうのか、あるいは腹が立ってしまうのか、こういう時にネガティブな気持ちになっちゃうんだなっていうのを自分が自分のために知っておいてあげることで、自分のこともね、もっと知ることができますよね。そうすれば、ネガティブな気持ちになってしまった時も、今自分はこういう理由でネガティブな気持ちなんだなって客観的に考えられると思うんですよ。そうすると、ネガティブな気持ちに引きずられずに落ち着いて自分のことを大切にしてあげるかなというふうに思います。だから、ネガティブな気持ちとはうまく付き合いながら生活をね、楽しんでいければいいかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上です。こういう動画が面白いなと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントで応援をお願いします。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。